こんにちは、昆布だしです。今回はひまわり畑と空色のバス停のジオラマを制作しました。一面黄色のひまわり畑と空色のバス停を中心にした動物たちの日常をイメージして制作しました。では早速ジオラマ制作工程の紹介をします。ぜひ最後までご視聴ください。ひまわりを作り始めます。ひまわりの花びらにはトレーシングペーパーを使います。トレーシングペーパーを黄色く着色してひまわりの花びらにします。丸型の彫刻刀でひまわりの花びらの形に切り抜きます。たくさん切り抜きました。これだけあれば足りるでしょう。ひまわりの花のベースにはプリザーブドフラワーを使います。プリザーブドフラワーの中央を茶色く塗っています。先ほど切り抜いた花びらを1枚ずつ接着します。葉っぱにもプリザーブドフラワーを使います。葉っぱを1枚ずつ切り離して幹に接着します。最後に花を接着してひまわりの完成です。ただせっかく完成したのですが、どうも少し気に入りません。葉っぱが少し気に入らないので別の方法で作ってみます。今度は葉っぱにアジサイのプリザーブドフラワーを使ってみます。彫刻刀で葉のギザギザを切り抜きます。葉脈がリアルなのでこの方法もいいかなと思います。全体を見ると色が単調なので薄い緑をまばらに上塗りします。次にバス停を作っていきましょう。朽ちた木の風合いを出すために毛書きをします。下地として茶色を塗ります。白を重ね塗りして下地の茶色が朽ちた風合いを出すようにします。さらに白を塗り重ねますが塗りつぶさないように気をつけています。バス停は空色ですので壁は青く塗ります。ただ青が強すぎて暗い印象になってしまいました。最後に完成してから明るい水色をブラッシングして空色のバス停の雰囲気になるようにしました。エイジングパウダーで汚れを加えています。汚れは角や筋に沿って加えると雰囲気が出ます。白い柱が雲、壁が青空のイメージです。バス停の屋根はトタン板にしました。段ボールでトタン板を作ってみましたが、初めてのチャレンジです。いい感じのデコボコでトタン板に見えなくもないでしょうか。下地にメタルペイントを塗ります。屋根の色はオレンジ色にしました。作品は黄色と青がベースで単調なのでオレンジ色を差し色にしました。トタンの溝部分を中心に汚しを加えていきます。屋根を乗せます。まあいいんじゃないかなと思います。先に作っておいたバス停の椅子にニスを塗ります。その椅子を設置してバス停の完成です。早速バス停を設置してみましょう。土台は過去作タンポポ畑の土台を再利用しています。田舎らしさを出すために広葉樹を植えます。この広葉樹も過去作の再利用です。さあ、たくさんのひまわりを植えていきましょう。
メージしていた風景が広がっていく、とても楽しい作業でした。ご視聴ありがとうございました。今回の作品はいかがでしたでしょうか。ぜひ皆様の感想をコメントで教えてください。次回はまた2ヶ月から3ヶ月後の投稿になります。では次回作でまたお会いしたいと思います。